着いたぞ。風情があっていいわね。早く温泉入りたいな。ちょっと待ってあ、よ。ようこそ寒山荘へ。強風の中ありがとうございます。高校生か。はい、木場校の2年っす。俺は神谷蓮太郎。寒山荘のオーナーの依頼で旅館の手伝いをしている便利部の部員だ。仕事はきっちりこなすんでご心配なく。まあ、なんでもいいわ。おい、野木森、お客さんだぞ。へいへい。今日旅館に手伝いに来ているのは俺と野木森の2人だ。たく、なんで俺がこんなことを。バイト代も出るし、そんなに嫌な顔すんなって。便利部の俺以外のメンバーは胃腸炎で来れず、野木森にヘルプで来てもらったってわけだ。部屋まで荷物持ちますよ。そして俺はマニュアル通り荷物を受け取ろうとしたんだが。いや、結構。でも。大丈夫です。私持ちますので。そうか？なぜか拒否されてしまい、片方の子供が全員分の荷物を運ぶと言い出したんだ。じゃあ半分持つぜ。ありがとう。だが見ていられなかった俺は荷物を半分持ってやった。父親は納得していないみたいだったかな。じゃあどうぞ、ごゆっくり。わーい、畳だ。疲れた。私は筧彩子、小学4年生。今日は家族で温泉旅行にやってきたんだけど。じゃあ俺たち、お土産コーナー行ってくるからな。何言ってるかな。私は綾子は荷物の整理をしてなさい。家族旅行なのに、私は一人部屋に残ることになった。これが私の家族のいつもの光景だ。パパとママはお姉ちゃんを溺愛している。あら、決まりまた100点だったの？天才じゃないか。決まりには欠点というものがないんだな。へへへ、褒めすぎだよ。私のお姉ちゃんはとっても美人な上に成績優秀で当然のごとく両親に溺愛されている。見せらんないよ。対して私は重たい一重まぶたでお世辞にも美人と言われたことはない。おまけに頭も悪いから常に劣等感を抱いていた。今回の家族旅行はそんなお姉ちゃんが気まぐれで言い出したもの。今日は家にいたかったな。台風が近づいていたけどお姉ちゃんの強い希望で結婚した。パパもママもお姉ちゃんの言うことは何でも聞いちゃうんだ。その時。おい、綾子、卓球やるから来なさい。早く。行く。帰ってきた3人に私は卓球に誘われたんだ。てっきり私も一緒に遊べると期待していたんだけど。行ったぞ、ひまり。私はただ審判役で呼ばれただけ。旅行中でも3人の調子は変わらなかったんだ。なんだよありゃ。2対2でやればいいじゃねえか。嫌な感じだぜ。他人の家庭の問題だ。俺たちには関係ねえよ。そうだけどよ。その後、私たちは温泉に入ったけど、なんだか家族と一緒にいるのが憂鬱で、私は一人先に上がり、時間を潰していた。その時、これ、お土産にやるよ。寒山荘限定ご当地カティちゃんだぜ。旅館のお手伝いをしているお兄さんが私にストラップを差し出した。お兄さんは蓮太郎さんと言うみたい。でも、私お金なくて。俺が出してやるから大丈夫だ。どうして私は急な出来事に驚いて思わずそう聞いてしまった。なんかお前、ここに来てからずっと元気ないだろ？それは。だから少しでもいい思い出作ってほしくてよ。蓮太郎さんは元気のない私を元気づけようとしてくれたみたい。ありがとう。大切にしなよ。そして私はストラップを受け取った。憂鬱だった温泉旅行だったけど、少しはいい思い出になりそうだった。その夜、何につけようかな。外の強風は相変わらず収まらず、むしろ台風が近づいて雨風が強まっていた。家族は気にせず熟睡していたんだけど、その時、何の音よ？突然大きな音が鳴り響き、家族は全員目を覚ました。さらに強風で窓が大きな音を出し震えている。この旅館大丈夫かな？結構古いみたいだし。縁起でもないこと言うんじゃない。そうだよ。大丈夫に決まってるじゃない。大丈夫。私もそう信じたかった。だけど、私の嫌な予感は的中してしまう。あまりの強風に耐えきれなかったみたいで、あっという間に部屋の天井が剥がれてしまったんだ。むき出しになった部屋の中は台風の雨風でぐちゃぐちゃになってしまい。とにかく逃げましょう。だけど、逃げようとした時にはもう遅い。嘘だろ？床に亀裂が入り、部屋は一瞬で倒壊。私たちは外へ放り出されてしまったのだった。
ここはどれくらい時間が経っただろう。私はいつの間にか気を失ってしまったみたいで、気がつくと外で眠っていた。しかも、瓦礫の下敷きになったんだ。お姉ちゃんしっかりしてお姉ちゃん近くに倒れていたお姉ちゃんも腕が下敷きになり、お姉ちゃんはまだ気を失っているみたいだった。んおい、いたぞ。ひまりその時、パパとママがやってきたんだ。二人とも無傷だったようで、助けてパパママ私もお姉ちゃんも動けなくて私は二人に助けを求めた。台風は過ぎていなくて、いつ瓦礫がまた崩れるかわからないから。だけど、ああ、もうダメね。そうだな。パパとママは衝撃的なことを言い出した。お姉ちゃんのこれだけ深い傷を負えば、後が残るだろうし。こと、あんなに溺愛してたのに私だけならまだしも、あんなに溺愛していたお姉ちゃんのことまで救出するつもりはないようで。決まりは完璧だったが、傷がついてしまったんだ。俺たちは完璧な子が欲しいんだよ。そういうことよ。じゃあな、俺たちは安全なところに行ってるぜ。ああ、また子供作り直しね。私は二人を呼び止めようと必死に叫んだけど、無駄だった。どうすればいいの？私は希望を失ってしまい絶望した。辺りに人の気配はなく、もう誰も頼ることができない。だから私は自力で出ることにしたんだ。自分の上にある瓦礫を必死に持ち上げて、よし、今だ！出られた。そして無事、自力で瓦礫から脱出することに成功した。お姉ちゃん！その後、私はお姉ちゃんを助けようとしたんだけど、重いよ。引っ張っても全然腕は抜けず、瓦礫は重くて持ち上げることはできない。どうしよう。電話もできないし、レンタロウさんたちの姿もないし、助けを待つしかないのかな。その時、強風に吹かれた近くの瓦礫が崩れ落ちたんだ。ここもいつ崩れ落ちるかわからない。助けなんて待っていられないよ。私はタイムリミットがないことを悟り、さらに焦り出した。これ。その時、私の目についたのは、朝、レンタロウさんが使っていた枝切りバサミだ。私はその枝切りバサミを拾った。これを使えば、お姉ちゃんは。そして、私の頭に浮かんだのは、お姉ちゃんを助けることのできる唯一の方法。大丈夫。できる。下敷きになっている腕を切断し、お姉ちゃんを助ける方法だ。これが私の思いつく最善の方法だった。絶対、一人にしないからね、お姉ちゃん。私、お姉ちゃんが大好きなんだよ。だから、一緒に帰ろう。お姉ちゃん。そう。私は、本当はお姉ちゃんが大好きだったんだ。お姉ちゃんは可愛くて、頭も良くて、私の憧れのお姉ちゃんなんだ。私が、必ず助けてあげるからね。そして、私は枝切りバサミを。なんだかまた新婚生活に戻ったみたいだな。そうね。俺たちは昨日、台風の中家族旅行から帰ってきた。行きは4人だったが、帰りは2人で。しかし2人ともダメになるとはな。俺たち夫婦が求めるのは完璧な子供だ。体についちまった傷は不可逆。もう無傷の体に戻すことはできない。また子供作りましょうか。ああ、今度は傷をつけないようにしなきゃな。その時。よう、ゲス野郎ども。随分楽しそうだな。お前らはあの旅館の。俺は驚いた。家を訪ねてきたのは、寒山荘にいた高校生2人組だった。それだけじゃなく。ただいま、パパにママ。お前ら無事だったのか。俺たちの娘たちも一緒に帰ってきたんだ。遡ること5時間前。私は覚悟を決めてお姉ちゃんの腕を枝切りバサミで切ろうとしていた。その時。そこまでだ。私を止めたのは、旅館にいたもう一人の高校生、野木森さんだった。そんなことしなくても、俺らで助けてやるよ。俺ら？おい、いつまで寝てんだ、神谷。レンタロウさん。野木森さんは、近くで気を失っていたレンタロウさんを蹴り起こし、レンタロウさん、野木森さん。お姉ちゃんの上にある瓦礫を持ち上げてくれた。そして、よっしゃ二人で瓦礫をどかすことに成功。お姉ちゃんを助けてくれたんだ。早く安全な場所に逃げるぞ。それで、二人は病院にまで連れてってくれたんだ。そして、うちにまで一緒に来てくれたの。そうだったのか。パパとママは話を聞くと、一瞬驚いた顔を見せて、
よく帰ってきてくれた。心配してたのよ。私たちを抱きしめた。君たちありがとう。さ、もう帰っていいぞ。ありがとうね。気をつけて帰るのよ。そして、そのままレンタロウさんと乃木森さんを帰るように促したんだ。何ふざけたこと言ってんだよ。だけど二人は帰らない。これがパパとママの本心じゃないって知ってるから。まず謝罪じゃねえのかよ。謝罪？何を？お前らはこの二人が危険な状態にあることを確認したにもかかわらず、助けずにそのまま二人で帰った。そうだろ。しっかり見てたんだぜ、乃木森がな。見られてたのか。すると、パパはなんだか怖い顔を浮かべた。現場で見た、あのパパの顔だった。そうだ、お前たちの言う通りだ。俺たちは二人の状況を知りながら帰ったんだよ。あなた。すると、パパはその事実を認めた。だけど、全然悪びれていないみたいで。だがそれがどうした？これは家庭の問題。人んちの事情にずかずか踏み込んでくるんじゃねえよ。こんにゃろ。そう言って、レンタロウさんと乃木森さんを睨みつけた。残念だが、家庭の問題じゃ終わらねえんだよ。ああ？何言ってんだお前。だけど、乃木森さんはひるまない。もう入ってきてもいいぜ。ねえ？その一声で、家にやってきたのは、警察だ！お前らを逮捕する！乃木森さんが呼んだ警察の人たちだった。どうして俺たちが逮捕されなくちゃいけないんだ。そりゃ今自白したからだ。保護者責任遺棄罪3ヶ月以上5年以下の懲役らしいぜ。そんな。なあひまり、お前から違うと言ってくれ。そうよ。パパとママのこと大好きでしょ？すると二人がお姉ちゃんにお願いし始めた。だけど、何言ってるの？大嫌いだよ。当然、助けるはずはない。意識を取り戻したお姉ちゃんにも、一部始終は全て話していたから。話しなさい。くそー！そして、二人は私たちの目の前で警察に連れて行かれたのだった。ねざまねえぜ。え、綾子、一緒にお絵描きしよっか。する。その後、両親ともに逮捕された私たちは、施設に引き取られることになった。今は、大好きなお姉ちゃんと仲良くしている。綾子、私より上手だね。ほんと？やったー！私は前の生活よりも幸せを感じていたのだった。